皆さんこんにちは。アロハスイートです。今回はこちら折り待ち付きのコップ袋の作り方を紹介します。折り待ち付きのコップ袋はこんな風にマチが内に入っているので、収納したりアイロンをかけたりする時にもコンパクトになって便利です。折り待ちの作り方はとても簡単です。巾着袋の底を折り曲げ、両端を縫ったらマチの完成です。出来上がりサイズは縦17センチ×横18センチ、マチ6センチです。こういった短いタイプの幼児用歯ブラシとコップがちょうど入るサイズになっています。それでは早速材料から説明していきます。お好みの生地と生地の色に合ったミシン糸、袋に通すカラー紐、ループエンドをお好みで用意してください。カラー紐は50センチに2本カットしておきます。型紙です。下側を輪にして縦23センチ×横20センチに生地をカットします。型紙作りにはこういった方眼タイプの型紙用紙があると便利です。23センチ×20センチに型紙をカットしました。生地の下側を輪にして生地の柄を見ながらカットした位置に型紙を置きます。ずれないように待ち針で固定したらハサミでカットしていきます。生地をカットしたら生地を裏側に返し、両端からそれぞれ1センチのところを折り曲げていきます。アイロンでそれぞれ折り曲げていきます。続いて両端を1センチずつ折り曲げた状態で両サイドにジグザグミシンをかけていきます。続いて生地を中表に合わせ半分に折ったら、こんな風に上から8センチのところにそれぞれ空き止まりの線を描き、端から1センチのところを空き止まりの線まで縫います。続いて先ほど縫った部分を中央に持ってきて三角形に折り、縫い代部分をアイロンで開き押さえます。空き止まりの上までしっかりと型をつけておきます。反対側も同じようにアイロンで開き押さえます。そしたらこちらの袋口の両端にそれぞれこの字にステッチをかけていきます。ここが今回の一番のポイントになります。押さえの目盛りをガイドにしながら端から3ミリぐらいの幅でステッチをかけていきます。途中で糸は切らずに一気にこの字にステッチをかけていきます。まずは空き止まりの先までまっすぐにステッチをかけていきます。はじめに数針針を進めたら返し縫いをしてから縫い始めます。このまま空き止まりの線の先までまっすぐにステッチをかけていきます。そしたら針を刺したまま押さえのレバーを上げ方向転換をします。再び押さえのレバーを下ろし生地の端を揃え、そのまま数針針を進めます。再び針を刺したまま方向転換をします。あとは生地の先を揃え最後まで縫います。最後は数針返し縫いをしてから終わります。こんな風にこの字にステッチが入りました。反対側も同じように縫っていきます。両方とも同じようにステッチが入りました。続いて折り待ち部分を作っていきます。巾着の底をマチ割る2センチ分折り曲げ、マチを取っていきます。
ここでは6センチのマッチを取りたいので3センチ折り曲げます。そしたら両端をミシンで縫っていきます。最後に袋口を2センチアイロンで折り曲げ、紐通しの部分を作っていきます。全体をきれいにアイロンで押さえたら、折り曲げた線の内側に直線縫いでステッチをかけていきます。押さえの金具をガイドにしながらまっすぐに縫っていきます。これで袋口に紐通し部分ができました。袋を裏返し、本体部分の完成です。まちの部分はこのようになっています。最後に紐を2本用意して、左右両側から1本ずつそれぞれ輪を作るように通します。これで完成です。いかがでしたか？もしこの動画が皆様のお役に立てましたら、高評価ボタンでお知らせいただけると嬉しいです。こちらのアロハスイートチャンネルでは、入園入学グッズをはじめ、いろんなアイテムの作り方を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。